おはようございます。まちです。いや、こんばんはですね。いや、もうすごい画面で今お届けしてますが、こちらが普段撮ってる α7C、 そしてこちらがニコン Z6-3 で撮っております。いや、もういきなりのサイドバイサイドみたいな感じでお届けしてますが、カメラのねランク的なちょっと立ち位置は違うかもしれませんが、いつもの街動画で激アツカメラみたいな感じでね撮って、自分もねちょっと気になるんで撮ってみたんですけど、いかがですか？もうなんかすでにさ、色作りが違うよね。完全に今設定的には一緒です。でレンズも、35mm の F1.8 で統一してて、この Z6-3 がめちゃくちゃ綺麗で、いやこんな違うもんかって思ってるんですけど、で、今日ですよ、ニコンさんの、新製品発表会体験会参加させていただきまして、この Z6-3 お借りしてきました。普通に紹介しスペックとか紹介しても面白くないなと思ったんで、今日はこの Z6-3 のハイポイント、これがこのカメラの強みだっていうところをちょっとまとめて分かりやすく紹介できればと思います。では今日も一日よろしくお願いします。それでは Z6-3、まだボディお見せしてなかったですね。そういえばこんな感じです。めちゃくちゃかっこいい。また後で詳しくお見せしますが、いやもうせっかくねお借りできたので、ちょっといろいろ検証したいこともありまして、もう明日からバチバチ動画出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録しておいて、引き続きチェックよろしくお願いします。このカメラの体験会ということで、いろいろこのカメラの良さを実際体験してきましたので、その辺も含めてこのカメラの買いポイントお話しできればと思います。いや、まずじゃあこのカメラそもそもどういう立ち位置のカメラなのっていうのを簡単に説明すると、これねスタッフさんがすごく分かりやすく説明してくれたんですけど、Z6-2 の後継というよりはリトル Z8 だと。こいつはリトル Z8、リトル Z9 だという感じなんですよね。だからもちろんZ6-2 よりパワーアップはされてるけど、その上位機種、さらにフラッグシップ機ですよ、 Z8、Z9 の、ユーザーさんとかのね声を聞いて、そういうフラッグシップ機の機能をより使いやすく組み込んだっていう、そういう1台になっているらしいです。なんならZ8、Z6 超えてる部分ももちろんあるんですけど、いや本当にめちゃくちゃ渾身の1台っていう感じでお話しされてたんで、そういうところも含めてちょっと買いポイントいきなりいきましょう。もうこれはサクッとじゃん。まず1個目、これやべえなと思った機能いきますね。ちょっと聞いててくださいね。3、2、1。これやばすぎるよね。これ秒間120コマ撮れます。高速シャッターめちゃくちゃ速い、本当に。でさらにやばいなと思った機能がもう1個あって、これで撮影してる時にプリキャプチャー機能っていうのが使えるんですけど、これ何かっていうと1秒を巻き戻れます。言ったらこのシャッターを押した瞬間、この瞬間より1秒前から記録してくれてるのだから、本当にもう未来ですよね。この時間をね巻き戻せます、こいつ本当にめちゃくちゃいい機能だなと思って、それがちょっとねびっくりしてしまったんですけど、結構さ、うわ撮り逃したみたいな瞬間あるじゃないですか。もうそれがねなくなります。もう未来です、このカメラは。自分とかも結構こう音楽ライブ撮影とかやるときあるんですけど、うわ瞬間欲しかったなみたいなのがあるんですけど、もうねそれがなくなるんだと思います、この先だからもうめちゃくちゃいい機能だなと思いました。でこれを可能にしてくれてるのがこれなんですよ。このセンサーなんですよ。こいつがやばいの。これね世界初搭載らしいんですけど、部分積層型 CMOS センサーっていうねセンサーが搭載されてて、世界初ですよ。難しい話は置いときますけど、とにかくニコンの最新センサー積まれてて、でプラスでこの画像処理エンジンがZ9 とか Z8 と同じレベルとか同じものが搭載されてるんで、本当にそういうシャッター系とか、あとフォーカスめちゃくちゃ良かったです。これ体験会でねいろいろテストさせてもらってやってみましたけど、フォーカスマジで速いし、フォーカス追従も外さない、マジでバッチリって感じでした。で、このセンサーね搭載されてると、もう他にもいろいろいい恩恵がありまして、このシャッタースピード、フォーカスだけじゃなくて、例えばこのフル HD240p 撮れたり、240p よ、やばいですよね。
自分映像系のカメラマンなんで結構映像部分で気になってるんですけど、他にもあります。また紹介します。とか、あと Z6-2 から比べてこの画像処理が 3.5 倍高速になったりしてるんですよ。もう間違いなくパワーアップ。そして2つ目、ここです。ファインダー EVF ですね。これもねめちゃくちゃ強化されてまして、ここに関してはフラッグシップ機超えてますめちゃくちゃ強いです。これもうほんととにかく滑らかで、映像がね、でめちゃくちゃ明るくて色鮮やかでっていう感じで、もう本当にこれもう実際見てもらいたいぐらいなんですけど、いやこれね覗いた時に自分感動しました。ほんとこんなに綺麗なのっていう感じで、数値的には、明るさが4000カンデラっていうことで、Z9、Z8 は3000カンデラで、めちゃくちゃ逆光に強いです。その体験コーナーでも、もうあえて逆光の前にこう被写体が置いてあるようなテストコーナーがあったんですけど、もうめちゃくちゃ綺麗。自分の目より圧倒的に綺麗でした。いやもう人間超えしてきてますよ。で、あと解像度が576万ドットで、あと色の色域が DCI-P3 相当っていうことで、これちょっと言葉だけじゃ分かんないんですけど、このあと映像でこれ伝えられないのがすごい悔しいんですけど、本当に一度はちょっと覗いてみてほしい。実際にめちゃくちゃ綺麗です。これどうですか？ファインダーの中こんな感じです。伝わらないですよね。難しい、悔しいですが、いやでもとにかく本当にめちゃくちゃ綺麗なので、ぜひ体感してほしいですね。ここはもう撮影体験がねちょっと並外れてますね。めちゃくちゃいいです。これでせっかくなんでこのままボディ解説いきましょうか。 Z6-3 こんな感じです。今レンズ外してみました。かっこいいでしょう。基本的にボディ構造というか操作系はZ8 踏襲されてて、まさにリトル Z8 なんですけど、軍艦部とかこんな感じ。パッと見ね映像ではわからないかもしれないですけど、スリムになってるんですよ。しかもねめちゃくちゃ軽い。これボディだけで 720g だっけな。めっちゃ軽いです。Z8、Z9 使ってそれなりに重さあるなと思ってたんで、いやこの携帯性の強化はねめちゃくちゃ嬉しいです。個人的に、左側にモードダイヤルがあって、右側にこんな感じでレックボタンとか ISO とか、あと露出補正のボタンとかがある。この辺のボタンがねこう改善されてるらしい。こう改善とかこの整列されてるんですよね。 Z6-2 に比べてこうよりこうカメラ持った時にこう操作しやすい、指の置きやすい位置にこう操作系のボタンが来てるっていうことですね。でロゴですよ。 Z6-3 かっこいいですね。ちなみにフロントは Z のロゴがこっち側にあるだけですね。そして背面こんな感じですね。もう本当に Z8 踏襲されてるって感じなんですけど、注目ポイントですね。はい、バリアングル。これはもう個人的には大歓迎。来たかバリアングルと思ってます。これはもう本当に流派が分かれると思いますが、ついに搭載されました。バリアングルモニターです。もうここはねこう映像系強くあってくれってね、この Z6-3 には、願ってたところではあるんで、ここバリアングルにしてくれたのはねもう個人的にはすごく嬉しいです。もう本当に好き嫌い分かれるところなんで、Z9、Z8 使って4軸チルトもねもうアート作品ですよね。あれはもうあれはねあれでめちゃくちゃ使いやすかったんですけど、映像機って考えるとやっぱバリアングルがついてくれてるのはすごいありがたいんで、ここはもう個人的にはすごい買いポイントの一つですね。で、映像系の話でいくともう一個あるんですよ。これ来たかと思いました。はい、ボディ側面ですよ。ここにもちろんケーブル系がねまとまってるんですけど、じゃん、わかりますか？フルサイズ HDMI ですよ。来たぜマジで本当に。いや嬉しいです。本当にこれもう HDMI どんだけマイクロ HDMI に今まで悩まされてきた人生だったか、ついに来ました。フルサイズ HDMI 搭載してくれた。マジで嬉しい。本当にもう絶対これはもう一番嬉しいかも。なんならいや本当に嬉しいです。来ました。フルサイズ HDMI 搭載されてます。あとは反対側ですね。メモリーカード系ですね。こんな感じで SD カードとあと CF エクスプレスの、ダブルスロットになってます。CF エクスプレスなくしたんですよね自分。まだ見つかんないです。
でもダブルスロットありがたい。あとそうだ、1個これ補足として、ここにマイクのインとあとイヤホンのインがあるんですけど、これねデザイナーさん注目ポイントらしいですよ。このモニターを回した時にここに干渉しないっていう、これ言ってました、発表会の時に。ここ力入れたんだよっていうのが。いやでも分かります。こういう細かいところがこのユーザー満足度を一個一個ちょっとずつだけどこう上げてくれるんですよね。こういう細かいポイントね気づけるのはねめちゃくちゃありがたいです。そしてですよ、ちょっとここからはおすすめポイントではあるんですけど、ちょっと今後ねテストしてみたいポイントでもあって、実際どうなんだろうっていうところね気になるポイントでもあるんですけど、まず1個、高感度耐性ですね。ここね最高のこの画像処理エンジンが載ってたり、あと画素数が2450万画素2450万画素なんで、高感度耐性はもちろん強いです。で ISO が静止画撮影が最高で ISO64000 で、動画だと最高が51200になるみたいですね。その辺もちょっと暗証テストしてみたいんですけど、ちょっとこの辺はかなり期待できるところではあると思います。で手ブレ補正ですね。これ気になるところだと思いますけど、これボディ内8段ボディ内手ブレ補正ついてます。これ ZF と同じレベルらしいんですけど、いやこれは強いと思いますよ。夜景撮影、手持ち撮影いけると思います。全然スローシャッター切れますよ。今日東京だったんでね、こう帰りながらこう手ブレ補正かけながらちょっとこう見てみたんですけど、めちゃくちゃ強そうでした。すごい滑らかだった。で電子手ブレ補正もねこれ内蔵されてるんで、それまでかけたらもうピッタですよ。ピッタだからこの辺は後日、撮影サンプルももちろん出しますし、テストしてみたいと思うので、ちょっと交互期待よっていう感じです。後日でちょっと最後注目ポイントもう一個だけ言わせてください。これピクチャーコントロールの話なんですけど、ニコンさんこうピクチャーコントロールでねいろいろこの撮影する時に色味だったり雰囲気が選べるんですけど、それも強化されてて、これねめちゃくちゃいいなと思ったんですけど、本体というよりはちょっとソフト的な話にもなってくるんですけど、ニコンさんから出てるNX スタジオっていう編集ソフトがあるんですけど、それのこう UI がこう強化されて、すごいライトルームっぽくなって、めちゃくちゃ個人的には使いやすい感じになってたんですけど、だからこう撮影後そこでこう編集しやすくなったっていうのはもちろんなんですけど、これさっき言ったピクチャーコントロールですよ。これすごいなと思ってて、そこで作った色味、こう自分がいつもこんな感じにしてるんだ、これいい色出たっていうその色味をピクチャーコントロールとしてこの Z6 にもうすでにプリセットとして入れ込むことができるらしいです。これめちゃくちゃ良くない？だからもう今までこう後処理だった編集がもう撮影時に適用できるんですよ。自分が作った色味がもうこれ自分とかねこうスタジオでこう YouTube 撮る時とかは基本的にいつも後処理でこう好きな色にしてるんですけど、いやそれがこのすでにプリセットとして入れられるとなると、これ編集の手間省けるなと思って、いやこれはねいいアップデートだなと思いました。でこの自分が作ったねプリセットを入れられるのももちろんいいんですけど、これねニコンさんやるなと思ったのがイメージングレシピっていうのを公開してくれてるらしくて、それ何かっていうとこう例えばこうニコンさんのおすすめな色味とか、あといろんなクリエイターさんが作った色味っていうのがこうイメージングレシピとして、このウェブに公開されてるんですよ。それをこの人の写真のこの色いいなと思ったのがそのまま入れられます、カメラに。いやこれ本当にいい機能だなと思ってて、写真もっと上手くなりたいけど、でももっとこういう色味に憧れてたり、こういう色味にしたいんだけどできないとかいう人いっぱいいると思うんですけど、だからもうそのイメージングレシピでこの色いいなと思ったら取り込んであげて、試してみるのもいいですし、撮ってる間にもっとこうしたいっていう野望が出てくると思うから、だからもうモチベーションアップですよね本当に。だからフラッグシップ機に近い機種ではあるけど、ちゃんとこう、初心者さんのことも考えてくれてるっていうね、いや本当にこう写真とか動画を撮る、楽しみが1個増えるなって思ういい機能だと思います。だからこのピクチャーコントロールの、強化、これはね本当に個人的にはすごい注目のポイントですね、1個。というわけで Z6-3 ちょっと街的こうおすすめ買いポイントみたいなのをまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。もっとあるんですよ。
まだあるんです。強いポイント、この防塵防滴性がねめっちゃ強かったり Z8 同等だったりとかあるんですけど、その辺も含めて、今後このフォローアップ動画として、じゃんじゃん動画出していこうと思うので、ぜひ引き続きチェックお願いします。詳細の方は概要欄にニコンさんのウェブページとか貼っておきますので、ぜひそちらから、まだ公表されたばっかりですからね、ぜひチェックしてみてください。あと体験できるらしいんですよ、この Z8。 そうだ、それ言ってなかった。ニコンプラザ、東京と大阪あると思うんですけど、そこで体験できるらしいので、実際見てみてください。ファインダー覗いて、この実際撮ってみていろいろやってみてください。めちゃくちゃ楽しかったです。自分たちが体験した後同じブースでできるのかな。いや、めちゃくちゃ良かったので、ぜひお時間ある方足を運んでもらえればと思います。なんか今週末は特別、日曜日基本的に休みなんですけど、今週末は特別に営業されてるっていうことなので、ぜひぜひ休日足を運んでみてはいかがでしょうかっていう感じです。ここから本当に連日 Z8 動画いろいろテストもしてみたいですし、頑張ってやっていこうと思うので、ぜひチャンネル登録してください。お願いします。気になるところとかあったら、ぜひコメント欄にこういう検証してほしいですとかありましたら、全然もうお気軽にコメントよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。